今回は第二次世界大戦の初期、ヨーロッパをあっという間に席巻したドイツ軍の電撃戦。この戦争の形を乗り換えた革新的な戦術のアイディアが、実は敵国イギリスから生まれたという通説の裏側に迫ります。もしそのみんなが信じてきた物語が戦後に都合よく作られた神話だとしたら、電撃戦の本当のルーツをたどり、その神話に託された真実をあなたと一緒に深掘りしていきます。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新の動画をお見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。さて、第二次世界大戦が始まって、世界中が驚きましたよね。ドイツ軍のポーランド侵攻、そしてフランス侵攻。そのあまりのスピードに。全くですね。特に第一次世界大戦を経験した人たちにとっては、もう信じられない光景だったはずです。はい。何年も続いた泥沼の塹壕戦。お互いが鉄線を張って機関銃を据え付けて前に進もうとしたら莫大な犠牲が出るだけっていう。それが戦争のいわば当たり前だったわけですからね。ところがドイツ軍が見せたのは全く別次元の戦い方でした。戦車の集団がですね、敵の防衛線のたった一点に全ての力を集中させて、まず穴を開ける。一点に。するとその開いた穴から今度はトラックに乗った歩兵たちがなだれ込んでいくわけです。そして上空からは不気味なサイレンを鳴らす急降下爆撃機が敵の拠点をピンポイントで潰していくんです。それらがバラバラに動くんじゃなくて、一つの意思を持ったかのように連携して敵の司令部や補給路といった神経中枢をもう叩きのめすんです。前線の兵士があれと気づいた時には、自分たちが戦う前にもう後ろの司令部とか補給路がやられてるわけですね。そうです。あっという間に機能無前に陥ってしまう。この稲妻のような戦術が当時のジャーナリストによって電撃戦ブリッツクリークと名付けられたわけです。そしてこの革命の寵児として歴史に名を残したのがハインツ・グデーリアン将軍ですね。まさにそうです。彼は戦車の可能性を早くから見抜いていて、1937年にアフトングパンザー、つまり戦車に注目せよというそのものズバリの本を書いています。その理論をほんの数年後に自分自身で実践して、フランスをたった6週間で降伏させてしまった。これはもう彼が電撃戦の父と呼ばれるのも納得ですよね。そして戦後に彼は回顧録パンツァーリーダーを発表します。日本語のタイトルは電撃戦ですね。これがベストセラーになって電撃戦のイメージを規定的にしたんですが、その中に今回のテーマの核心となる極めて重要な一節があるんです。それはどんなくだりですか？彼は自分の戦車戦術に関するアイデアはイギリスの軍事思想家リデルハートやフラーといった人たちの著作から大きな影響を受けたとはっきりと書き記しているんです。イギリスのですか？彼らの著作がなければ今の私はいなかっただろうとまで言ってるんですよ。敵国の、しかも自分たちが打ち負かしたはずのイギリスの思想家のおかげだと自分で言ってるんですか？そうなんです。戦車を大規模に、そして独立した戦力として扱うというアイデアの基本は彼らからなんだと。結果、長い間電撃戦はイギリス生まれだって言われる一番大きな根拠になっちゃったんですよね。なるほど。なんだか不思議な話ですね。ドイツが生み出した革新的な戦術の種は実は敵国にあったと。これによってそのリデルハートという人は戦後ものすごい名声を得たわけでしょうね。おっしゃる通りです。ほら見ろ、私の言っていたことは正しかったんだ。ドイツ軍がそれを証明してくれたと。彼は戦後の軍事思想界で電撃戦の生みの親の一人として絶大な権威になった。この物語は何十年もの間誰も疑わない事実として扱われてきました。ところがその美しい物語にはある仕掛けがあったことが後の研究で明らかになってくるんですね。まさにそこからです。この話が面白くなるのは、歴史研究者たちがある時グデーリアンの回顧録のいろいろなバージョンを丁寧に比較してみたんです。ドイツ語の初版、その後に出た改正版、そしてリデルハートが直々に監修した英語訳版。すると何か違いがあった。とんでもないことが分かったんです。先ほどのリデルハートたちへの大惨事の言葉、
彼らがいなければ私はいないというくだり、ええ、あれはなんと英語版の翻訳にだけ後からこっそり付け加えられたものだったんです。ちょっと待ってください。じゃあ、あなたのおかげですという感謝の言葉は翻訳される時に付け加えられただけなんですか？そういうことになります。グデーリアン自身がドイツで出した本の最初のバージョンにはそんなこと書いてなかったと？それはもう話が全然違ってきますね。ええ。元のドイツ語の初版ではリデルハートやフラーへの言及は全くないわけではないですが、あくまで大勢の先駆者の一人として簡単に触れられているだけでした。なるほど。英語版のような手放しの感謝の言葉はどこにもなかったんです。うわ、それは衝撃的だな。でもそうなると疑問が湧きます。なぜそんなことを？敗戦国の将軍であるグデーリアンがなぜわざわざ敵国の思想家を持ち上げるような演出をする必要があったんでしょうか？そこには戦後という極めて特殊で政治的な状況が絡んできますね。グデーリアンはたとえ有能であっても敗軍の将です。はい、戦犯として裁かれる可能性すらあった。一方のリデルハートは戦勝国イギリスで最も影響力のある軍事評論家の一人です。なるほど。グデーリアンにしてみれば、その有力者であるリデルハートに、あなたの思想を私が実践し成果を上げてみせたんですよと、いわば恩を売っておくことで自分の立場を守ろうとした、そういうことですか？そういう政治的な駆け引きがあったのかもしれないという見方ができますね。そしてリデルハートにとってもこれは悪い話じゃない。ええ。自分の先見の明を証明してくれる生きる証人が現れたわけですから。彼は実際グデーリアンが戦犯裁判にかけられないように陰で動いたとも言われています。二人の利害がそこで合致したわけですね。その結果として現撃戦イギリス起源説というお互いにとって都合のいい神話が誕生し、それが何十年も続いてしまった。だとしたら話は完全に白紙に戻りますね。あの圧倒的な強さの源泉がイギリスになかったのなら、我々は一体どこを探せばいいんでしょう。まさかあの泥沼の第一次世界大戦の中にヒントが隠されているなんてことは。まさしくその通りなんです。答えはあの悲惨な塹壕戦の時代にこそあります。動きの止まった戦争の中から何かが新しく生まれていたと？はい。特にドイツ軍はあの膠着状態を何とか打ち破るために全く新しい戦術を研究していました。それが浸透戦術です。浸透戦術？ええ。これは特別な訓練を受けた少数精鋭の兵士たち、シトストルッペン、つまり衝撃歩兵を使った戦い方でした。衝撃歩兵、言葉だけでもすごそうですが、何が違ったんですか？これまでの戦い方は笛の合図でみんなが横一線に並んで一斉に突撃でしたよね。ええ、イメージとしてはそうです。当然敵の機関銃の例示になります。しかし彼らは違う。彼らは敵の陣地の中で手薄になっている部分、つまり弱点を見つけ出し、そこから霧のように静かに素早く染み込んでいくんです。つまり敵の強いところとはまともにぶつからないんですね。まさに敵の強固な機関銃の巣のようなところはあえて無視して迂回する。そして敵の防衛線の奥深くに侵入し、後方にある司令部や砲兵陣といった敵の脳や心臓部を叩き、指揮系統をめちゃくちゃに混乱させるんです。前線の兵士たちは敵が来たことにも気づかないうちに後ろからやられて包囲されていると知ってパニックに陥るわけだ。この一点を突破し抵抗を迂回し敵の背後をつくという考え方、これこそが後の電撃戦のまさに原型であり、思想的な DNA と言えるものです。なるほど。まだ戦車というハードウェアはないけれど、その使い方の基本となるソフトウェアはドイツ軍が自分たちの血と汗の中から生み出していたんです。ただここでまた疑問が浮かびます。第一次世界大戦の後、ドイツはヴェルサイユ条約で軍備をものすごく厳しく制限されましたよね。ええ。戦車を持つことすら禁じられていたはずです。その武器がない状態でどうやって戦車を使った戦術の思想をさらに進化させることができたんでしょう。そこが戦艦機のドイツ軍のある意味一番恐ろしいところです。この軍の再建を主導したのがハンス・フォン・ゼークト将軍です。彼は条約でわずか10万人に制限された陸軍、いわゆるライヒスウェアを単なる小規模な軍隊ではなく、未来の軍隊の幹部を養成するための学校と位置づけたんです。
10万人のエリート集団を作ろうとしたわけですね。ええ。そして彼らはないものは自分で作るという発想で訓練を続けました。戦車がないなら戦車の代わりになるものを使えばいいと、ただの乗用車やベニヤ板や段ボールで作ったハリボテをかぶせたオートバイを戦車に見立てて大規模な演習を何度も繰り返したんです。ハリボテの戦車で訓練。他国から見れば滑稽に映ったかもしれませんね。でも彼らは本気で未来の戦争をシミュレーションしていた。ハードウェアが手に入る日を夢見ながら、そのためのオペレーティングシステム、つまり戦術思想や指揮系統を来る日も磨き続けていた。実際1921年に出された軍の共犯指揮と戦闘の中には、すでに機動性、つまりスピードと異なる兵科同士が連携することの重要性が繰り返し書かれています。でもさすがにハリボテだけでは限界があったんじゃないですか。実際の鉄の戦車を動かしてみないとわからないことも多いでしょうし。もちろんです。そこで彼らはもう一つの裏技を使います。ベルサイユ条約の監視の目を逃れるため、当時同じように国際社会で孤立していたソビエト連邦と秘密に軍事協定を結んだんです。ドイツとソ連が後に殺し合いをすることになる2つの国が手を組んだと。そうなんです。カマというコードネームで呼ばれたこのプロジェクトでは、ソ連のカザンという町の近くにドイツ軍のための戦車学校と試験場を秘密に開設したんです。そんなことを。そして農業用トラクターという名目でドイツ国内で開発された試作戦車が持ち込まれ、広大なロシアの平原で実際に走らせ訓練を行いました。国内のハリボテ訓練とは違って本物の鉄の塊を使ってノウハウを蓄積していったわけですね。そうです。後に電撃戦の中核となる機甲師団の指揮官たちがこの火山の戦車学校で戦車の扱い方や無線通信を使った連携攻撃などを学びました。なるほど。この経験が電撃戦完成のための必要不可欠な土台作りに貢献したことは間違いありません。こう見てくると電撃戦は決してグデーリアンという一人の天才のひらめきではなく、ドイツ軍という組織が周到に時間をかけて育んできたものだということが分かりますね。ではそのドイツ軍が育んできた思想が他の国、例えばフランスやイギリスの軍事思想と根本的に何が違っていたんでしょうか。その革新性の源はどこにあったんでしょう。それは2つの非常に重要なコンセプトに集約できると思います。1つ目は諸兵科連合です。諸兵科連合、いろいろな兵科が連携して戦うということですよね。それはどの国の軍隊でも考えることじゃないですか。もちろん考え方そのものは珍しくありません。しかしドイツ軍が考えていた連携のレベルが他国とは全く違いました。レベルが違った。当時イギリスやフランスでは戦車を陸の戦艦のようにそれ単体で敵の陣地を踏み潰す強力な決戦兵器だと捉える傾向が強かったんです。でもドイツ軍は違ったと。ドイツ軍は戦車をあくまでチームの一員として考えていたのです。チームの一員。それはまるで一つのオーケストラのようなものです。と言いますと、戦車という突破力のあるバイオリンが見事なソロを演奏して敵に亀裂を入れる。すかさずチェロやコントラバスにあたる自動車化歩兵がその戦果を確保し陣地を固める。フルートやピッコロにあたる工兵が邪魔になる障害物を手早く除去する。そしてティンパニーや大太鼓のような迫力で上空から急降下爆撃機が敵を叩く。なるほど。すべてのパートが緊密に絡み合って一つの交響曲を奏でると、理屈はわかりますが、そんなことが混乱の極みである戦場で本当にできるものなんでしょうか。いい質問です。それを可能にしたのが技術の力でした。他国に先駆けて小さくて性能のいい無線機をほぼ全ての戦車に搭載したんです。無線機ですか。さらには飛んでいる飛行機とも直接交信できる体制を早くから整えていました。今からあの拠点を攻撃するから上空から援護してくれというやり取りがリアルタイムでできた。技術と思想がここできれいに噛み合ったんです。それが一つ目のエンジン、諸兵科連合。ではもう一つの革新性の源は。もう一つの、そしておそらくこちらがより本質的で重要な要素がアウフトラーグステクティーク、つまり任務型戦術と呼ばれるドイツ軍に昔から根付いている指揮の仕方です。任務型戦術。はい。
これは上官が部下に命令を出す時の哲学ですね。例えば、ある丘の上にある敵の陣地を攻略したいとします。多くの国の軍隊では上官はこう命令します。 A ルートを通り B 地点まで前進、午前10時に攻撃を開始、 C 地点の敵を制圧せよというように、どうやってやるか、その方法まで非常に細かく指示します。これを命令型戦術というんですね。しかしドイツ軍の任務型戦術は違います。同じ状況でドイツ軍の上官は部下にこう伝えるだけです。あの丘を明日の朝までに占領せよ。目的は我々の後続部隊が通るための進路を確保することだ。以上。それだけですか？どうやってやるかは言わないんですか？言わないんです。何をすべきか目的は伝えるけれど、どうやってやるか、方法は現地の状況を一番よく知っている現場の指揮官の判断に全て委ねる。これがアウフトラーグステキティクです。でも素人考えですが、それってすごく難しくないですか？部下に丸投げしたら勝手なことをして全体がめちゃくちゃになるリスクもあるわけですよね。まさにそこがポイントです。だからこそこの戦術は長い時間をかけた徹底的な幹部教育とお互いの深い信頼関係があって初めて機能するんです。信頼関係が。それは昨日今日では育めるものではない、ドイツ軍が100年以上かけて培ってきた文化そのものだったんですね。なるほど。現場を信頼し権限を与える。だからこそ現場の指揮官は目まぐるしく変わる戦況に対応して自分の判断で自由に動ける。これがあの電撃戦の驚異的なスピードと柔軟性を生み出した本当の秘密なんです。この諸兵可連合というチームプレーの思想と任務型戦術という現場への権限以上、この2つが車の両輪にあるように機能したことで電撃戦という革命は完成したというわけですね。ただ皮肉なことに、この非常に洗練された強力な戦術思想は最後にはドイツ軍自身の首を絞めることにもなります。どういうことでしょう？戦争の末期、敗北が濃厚になってきた1944年の12月、ドイツ軍最後の大規模攻勢作戦、ラインの守り作戦、いわゆるバルジの戦いです。これはかつての栄光を取り戻そうとする電撃戦の最後の試みでした。しかし結果は散々な失敗に終わります。どういうことなのでしょうか？さっき話した電撃戦を支える2つの両輪、覚えてますか？諸兵可連合と任務型戦術。バルジの戦いではこの両輪が2つとも意図的に外されてしまっていたんです。まずは1つ目の諸兵可連合の方から言うと、それはもう明らかな航空戦力の欠落です。かつてフランスで大成功した時には空飛ぶ砲兵である急降下爆撃機が戦車が進む道をこじ開けてくれました。しかし1944年のドイツ空軍にそんな力は残っていません。連合軍の空軍力の前では風前の灯火でした。だから敵の飛行機が飛べない悪い天気を狙った。そうです。でもそれは裏を返せば味方の空からの援護も一切期待できないということですよね。確かに。空からの援護がない戦車部隊はひとたび天候が回復した瞬間、連合軍の圧倒的な空軍力の前になすすべもなく叩かれ、ただの鉄の棺桶と化しました。空からの援護がないというのは致命的ですね。でも電撃戦のもう一つの強みは現場の判断力、任務型戦術でしたよね。それさえ生きていればまだ戦いようがあったのではないでしょうか。まさかそれすらも失われていたんですか？それこそがこの作戦の最大の悲劇でした。この作戦を立案したのは現場の将軍たちではありません。はるか遠く離れた相当大本営にいるヒトラー自身でした。彼は地図の上でどの師団が何時何分にどの道路を通るかまでガチガチに決めてしまったのです。現場の指揮官に裁量の余地は全くなかったと。ゼロでした。ルントシュテットやモデルといった歴戦の元帥たちがこの計画は無謀だ、目標を修正すべてだと何度も訴えても、ヒトラーは一言一句変更は許さんと跳ねつけた。かつてグデリアンが現場の判断で大勝利を収めたあの柔軟性はもうどこにもなかったんですね。なんとも皮肉な話です。ドイツ軍は自分たちが生み出し世界を驚かせた最強の戦術思想を最後には自らの手で殺してしまった。バルジへの戦いで見えたのは、戦車というハードウェアだけを無理やり揃えた魂の抜けきった電撃戦の亡霊だったのかもしれません。電撃戦という神話の裏にある真実、それは一人の天才の発明でも
奇跡の兵器のおかげでもなく、現場を信頼し、異なる専門家たちが有機的に結びついた組織の力だった。そしてその信頼を失った時、組織は崩壊する。歴史が私たちに教えてくれるのは、まさにその一点に尽きるのではないでしょうか。もし今回の動画が面白いと感じていただけましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回のテーマでお会いしましょう。